2018年の秋、遅い時間の帰り道で MD90 がパンクしてしまいました。終電が出てしまった深夜、離れた駅にある駐輪場までとぼとぼと押していきました。駐輪場に置いて帰るのは忍びなかったですが仕方ありません。あくる日、修理道具を持参して駐輪場に戻ってきました。パンクしたままで長い距離を押して歩いたため、タイヤとリムの隙間からチューブがはみ出していました。それでは修理開始です。ネジを回して外し、ブレーキロッドを外します。リアタイヤのアクセルシャフトを外しにかかったんですが、MD90 のマフラーのくぼみ部分はレンチを差し込めるくらいの深さで、そのままではシャフトが当たってしまって抜くことができません。仕方なくマフラーを固定しているボルトとエキゾーストパイプの取り付け部分のネジ2つを緩めて、マフラーの位置を少し動かせるようにしました。シャフトを抜いただけでは車輪は簡単に落ちないようになっています。リアホイールとスプロケットの部分が噛み合うようになっているんです。画面には映りませんが、赤い鉄製のチェーンケースの外側にはスプロケットのセットを固定する大きなナットがついています。今回はそのナットを外さずに作業を進めます。外したタイヤのビードは体重をかけて踏んで落とします。今回は中で破れたチューブが絡まってしまい、取り出しにくくなっていました。チューブが出たら中をきれいに掃除します。チューブは見事に裂けていました。これは新しいのに交換ですね。パンクの原因になった異物が刺さっていないか丹念にチェックします。今回はついに原因になるものを見つけることができませんでした。パンク修理？ですわ。チューブはこれやな。ビール会社。知らないけど、それは箱つけてるだけ。郵便屋と間違えられるから。もう俺、なんか俺郵便屋思った俺。どこ行った時な。バイクで。もう遠出なんかバイクで遠出した時な。パンが一番不安やねん。俺のさ、俺にも350乗っとったからな。大変やでパンクしたら。もう気温ね、冬でも汗かくわ。あ、お前。ここまで落ちてきた。なんで今宮で直したの？いえ、夜中ですよ。あ、夜中。こんなん道具積んでへんかったの。新しいチューブを入れてビードを元に戻していきます。最後の方では用意しておいた石鹸水を塗って滑りやすくしておきます。踏んで踏んで踏みまくってようやく入れることができました。軽く空気を入れてみて異常がないか確かめます。これまでメイダイの携帯ポンプを使っていましたが、さすがに古くて重い上に効率が悪く、新しいポンプを購入して使いました。ジーヨのマイクロポンプは軽くて扱いやすい上に、片手で気持ちいいくらいスルスルと空気が入ります。最近はこの手のポンプが簡単に変えて便利ですね。元通り組み付けたら、最後にシャフトを固定する割りピンを新しいものにしておきます。
緩めておいたマフラーも元通り固定します。作業中、本職の配達の方が近所にいらっしゃいましたが、こちらには気がつかなかったようです。走らせてみると、チェーンがケース内部でこすっている音が聞こえます。以前に車体を移動させていて縁石にぶつけた傷です。作業ついでに先月買っておいた新品のチェーンカバーと交換しておきます。さあ、無事修理も完了しました。秋晴れの昼下がりを楽しみながら帰ります。この株、昔郵便配達で乗っていましたが、一番好きな株です。ところで、一般の人が赤いまま乗っていても大丈夫なんでしょうかと、熊谷太郎さんからいただいてまして、私からは民営化している日本郵便になっていることと、もともとの郵便局から業者への異常書類の写しももらっていますので問題ないと思います。実際郵便局や警察署に用事で乗っていきますが、何も言われたことはありませんとお返ししてまして、熊谷太郎さんからは、そうなんですね、もし入手できるなら MD90 を手に入れたいですとお答えいただいてました。この動画でご紹介している郵政機動車 MD90 ですが、実際払い下げで中古バイクのお店で並ぶこともあります。グーバイクを見ていても時々出ている時がありますよね。郵便局のカタカナの手の字に似た郵政マークをつけたまま乗るのはいけないということにされてましたが、この動画をご覧いただいている方でお気づきの方もいらっしゃるでしょう。私の MD90 のリアフェンダーにはジャンボというお店のステッカーが貼ってあります。これは昔名古屋にあった MD90 専門のお店だったんですが、現在はもう営業されていません。ハッピームーンハイドアウト2さんからは、ゆうちょ銀行の配達員に間違われるんじゃない？本物の配達員のバイクは使い込んでる感がすごいけどといただいてまして、私からは、多くの MD オーナーは郵便ポストの脇にいたら年賀状を渡されたりとか、郵便配達の局員さんに間違われたとおっしゃるんですが、1年間乗ってきて近所の大きめの郵便局前に止めても一切間違われたことがありません。多分札幌ビールのケースをつけてるからだと思うのですがとお返ししてました。このコメントをいただいてからだいぶした後で、ある時 MD90 のメンテナンスをしていましたら、通りがかりのかなりご高齢の方から、あんた郵便はんでんなって声かけられまして、いやいや違いますというようなお話をしたことがありました。カブレーター90さんからは、はじめまして、他の株動画を拝見していまして、偶然山村さんの動画を拝見しています。現在は MD 所有されていますかといただいてまして、私からは現在110プロと MD の2台体制ですとお答えしてました。プコブルーの株プロと、それから赤い色の MD92 台体制でスーパーカブを乗っています。この動画でもしょっちゅう紹介していますので、お気づきの方もいらっしゃると思います。この動画をご覧いただきまして、コメントの方にいろいろお寄せいただけると嬉しく思います。できる限りまた次の動画でコメントをご紹介していきたいと思います。それでは次回の動画まで。オーバー。